こんにちは、リースタイルです。いつもご視聴ありがとうございます。このフローリング、どこを補修したかわかりますか？ここです。今回はフローリングのメーカーや色名、使用したハードワックスの番号など手順に沿って解説していきます。このチャンネルはリペアを始めたばかりの方やリペアに興味がある方になるべく分かりやすく解説しているチャンネルです。少しでも興味が湧きましたらチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。それでは始めていきます。まず傷の形を整えます。傷の外周の膨れているところやめくれたりしているところは使えないどころか仕上げていく上で邪魔になりますので、カッターや彫刻刀で切り取ってしまいます。傷の中も打撃によって崩れてしまった MDF の機材を取り除きます。穴は深くなってしまいますがポリパテで塞いでしまうので大丈夫です。傷の中や周りのクズをきれいに取り除きます。今回は白いポリパテにカラーリタッチの119番を入れて、なるべくベースのフローリングに近い色を作ります。入れなくてもいいですが、白いままよりも色の付けが緩和されてタッチアップの量も減らせると思います。色を重ねることが少なくなりますので、作業時間の短縮にもつながると思います。ある程度色ができたら硬化剤を入れて充填していきます。今回はポリパテの上にハードワックスを重ねて、その後に木目を筆で入れていくやり方で直す方針です。なのでハードワックスが入りやすいようにポリパテは少し痩せ気味に入れます。パテが硬化したら木目に沿って刻みを入れます。ポリパテの打ち込みや刻みについては前々回の動画にも解説しておりますので、そちらも合わせてご覧いただけると良いと思います。今回のフローリングはエイダイのハードメープルという色柄です。そしてハードワックスを調色していきます。それに合わせるハードワックスはベスコのハードワックス J です。色番号は125をベースに159、103を様子を見ながら調色していきました。ハードワックスの選定についてなんですが、自分の場合はこの125に159を足すというパターン、これにいろいろな色をちょっと入れたりしてというやり方、得意な色っていうのがやっぱりあるんですね。必ずこの色で作らなくてはいけないという色ではありません。結果的に同じような色ができても違う色からアプローチするというやり方もあるとは思います。また自分がベスコのハードワックス J が好きなのは隠蔽力が強いからです。下地の色が透けにくいという特徴があります。レベラーで平らにしていきます。ある程度平らになったなと思ったら、一度傷の上にウエスを置いて手で触ってみます。平らになったのがいまいち分かりづらい時にいいですよ。ハードワックスである程度色を作ってしまえば後の作業はとても楽になります。筆による木目描きが最小限に済みます。何回も筆を重ねていくとやはり厚みが出てくるので、その後のスプレー作業に影響が出てきてしまいます。厚みを減らすためのスプレーが多量に必要になってしまうからです。最後にツヤを合わせるためにスプレーを吹きます。 SD サンジングシーラーで細かな段差を消してノンブラスプレーを吹き、最終的に三部艶スプレーでツヤを合わせて終了となります。
これで終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン講習会などの情報を LINE で発信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。